私はこのランガラでの WMDT というコースでデザインを学んでいる柳田明宏と言います。私は日本でデザイナーとプロダクトマネージャーとして5年の経験を経てからこちらの WMDT に今います。はい。私はもともとデザインの学位を日本で持っておらず、未経験でデザイナーとして就職をしました。なので学術的な知識が足りないと少し感じていました。なのでその時に留学をしてデザイン経験を海外で積みたいと思ったのがきっかけで、今この大学に留学をしています。そして調べていくうちにランガラのカレッジにたどり着きました。そしてこの大学のプログラムでは実践的な知識が学べるっていうのと、あとは大卒以上しか入学できないため、さまざまなプロフェッショナルでモチベーションの高い学生と学べるんではないかと思い、この学校のこの WMDT というプログラムを選びました。はい。私はこのプログラムに申し込むにあたって約2年ぐらいの準備期間を設けています。なぜなら私の場合、英語のスキルがちょっと足りなかったので、英語の学習をするに大体1年から1年半ぐらいかけて、その後にアプライをして入学をしています。なので、一番の Tips としては、約1年から2年ぐらいのスケジュールを余裕を持って出願することがとても大事かなと思います。このプログラム自体、例えば今月アプライをして来月入学するということは結構難しかったりするので、余裕を持ったスケジュール管理だったりとかプログラムの選択っていうのがとても重要かなと思っています。はい。この学校の経験を通して一番経験になったのはやっぱりコミュニケーションスキルかなと思っています。この学校ではさまざまな国籍だったり年齢の方と一緒にコラボレーションをしてデザインや開発を行っていきます。そして日本語ではなく英語でコミュニケーションを取らなければいけないため、すごく私自身難しい経験もたくさん積みました。仕様を決めたりだとかデザインを決められたってたくさん議論をしたりとかミーティングをして仕様を合意して開発に進めなければなりませんでした。その中でやっぱりどういうふうに伝えたら相手に伝わるのかだったりだとか、どういうふうに制作の準備をしたらうまく相手に伝わっていいプロダクトになっていくのかっていうのを考えるこの思考プロセスがとても私の一番の大きな経験になっていますので、今後の仕事にもこの経験を生かせたらなと思っております。はい。一番経験になった、そして自信につながったプロジェクトは直近のプロジェクト2のチェドというプロダクトになります。このプロダクトは実際にクライアントと一緒にコミュニケーションをとってコンセプト設計からペルソナなどの設計、あとは開発まで一貫して行っておりました。私自身ブランディングのパートをUI/UX のパートをメインで担当していたのですが、実際に私自身あまりグラフィックデザインのスキルをあまり弱みだなと感じていたので、今回ロゴの作成だったりブランディングのところの作成を担当させていただき、かなり自分自身自信がついたかなと思っております。そして最終的にオーディエンスの投票で1位という賞をいただくこともできたので、すごく自信をついたプロジェクトになっています。はい。このプログラムではプレゼンテーションがありまして、その中でパネリストの方として大企業のデザイナーだったりデベロッパーの方を招待されて実際に評価をしていただくという機会がありました。その中でその方々からの貴重なフィードバックだったりとかネットワーキングの機会をいただくことができたので、それがすごくいい機会だなと思っております。また、やっぱりこの学校で出会えた友人の方々がとても自分の中ではいいすごくネットワーキングの機会だなと思っておりまして、今後も一生友人として関わっていきたいですし、今後きっとコラボレーションする機会もあるかなと思っておりますので、このランガーのこのプログラムで得たネットワーキングの機会だったりとか、人々のコミュニケーションっていうのはとてもいい機会だったなと思っております。はい。私自身卒業した後、もちろんカナダで就職できたら就職したいなと思っておりますが、特にあまりこだわりはなくって、ただ英語ですごくせっかく学んだので、英語を使ってデザイナーとして働きたいなとは思っております。また、私自身ヘルスケア領域にもすごく興味がありますので、その業界でのデザイン経験だったりとか、あとは、
アクセシビリティなんかも今後デザイナーとして注力していけたらなと思っております。